はじめまして。私、こういうものです。Gadget Budget。皆さんこんにちは。ガジェットバジェットのなおです。皆さんはスマートタグ使っていますでしょうか？ Apple ユーザーの方は AirTag をご存知かと思いますが、財布やキーケースにつけておけば落としたりなくしたりした時に音や位置情報で教えてくれる便利なガジェットです。今回はスマートタグについて深掘りしていきましょう。スマートタグは意外にも歴史がまだ浅く、2020年頃から製品が登場し、2021年の Apple AirTag 発売を機に普及が進みました。その後、サムスンなど各社から新モデルが登場し、現在では日常的な忘れ物防止アイテムとして浸透しています。また、便利な反面、これを悪用する輩が出てきたため、2025年12月にはストーカー規制法が改正され、スマートタグを用いた位置情報の無断ストック等規制対象行為となりました。 UWB 対応タグだと精密な位置方向まで割り出されるので、悪用されたら怖いですよね。現在でも技術の進化とともにメーカーから最新モデルが発売されている、とても活気のある分野です。さて、そんなスマートタグですが、現在幕開けでファンディング中の製品、エアーカードプロデュアルカード型とエアーノッチプロデュアルタグ型をレビューしていきたいと思います。こちらは同クラウドファンディングのプロジェクトオーナーであり、ローリングスクエア製品の代理店をされております合同会社 MOD 様よりご提供いただきました。案件のご依頼ありがとうございます。では早速開封しましょう。私もスマートタグは持っていますが、正直ローリングスクエアさんの製品は勉強不足で知りませんでした。前情報なしでのレビューとなります。まずはカードタイプのエアーカードプロデュアル。箱は再生素材っぽいですね。マニュアルです。これは英語のみですが、QR からジャンプすると動画の説明を見ることができます。付属品はなく、本体のみですね。いや、もうこれ反則ですよ。こんなデザインかっこいいに決まってるじゃないですか。裏も素敵です。しかもこれ C 充電に対応しています。そしてこの QR コードはデジタル名刺になっており、読み込むとこんな画面にジャンプします。事前に設定したメールアドレスや電話番号、SNS へのリンクなどが表示できて、アドレス帳に VCF 形式で取り込むことが可能です。なので、ただのスマートタグだけではなく、デジタル名刺として使うことができます。これはいろんなシーンで見せたくなりますね。さて、続いてはタグタイプのエアーノッチプロデュアル。こちらも無駄のないシンプルな箱。マニュアルは英語ですね。こちらはキーリングが付属していますね。いや、こちらもデザインやばいです。電池蓋でしょうか。コインなどで開けられそうですね。はい、中身は以上です。ちなみにカードタイプちょっと大きい気がしましたが、大丈夫でした。ちゃんとカードサイズです。タグ型の方、リングをつけて絶縁を外しましょう。電池は CR2032 を2個ですね。100円ショップでも簡単に手に入るので嬉しいです。ではガジバジくん、スペックを。はい来た。今回はスマートタグだな。まずはカードタイプのエアーカードプロである。こちらはワイヤレス充電可能で、フル充電でなんと12ヶ月稼働する。防塵防水性能は IP66。水没しなければ水もホコリもへっちゃらだ。そしてなんと RFID ブロック機能もある。これはクレジットカードをスキミングから守ってくれる心強いシールドだ。
続いてタグタイプのエアーノッチプロである。これは CR2032 ボタン電池2個でなんと20ヶ月稼働する。そして防塵防水性能は IP68。ちょっとした水没ならなんともないな。共通する機能としてどちらも Apple、Google、デュアルネットワーク対応でスピーカー搭載、そして蓄光デザインになっている。どちらも通常価格6980円だ。ガンメタ、黒のツートンに蓄光。これは見た目だけでも世の男性諸君はもうメロメロだ。スイス発のガジェットブランドであるローリングスクエアさんのデザインは洗練されているな。じゃ、またな。基本操作とペアリングを確認しておきます。まず本体ボタンを5秒ほど長押しして起動します。事前にスマートフォンは Bluetooth をオンにしておいてください。起動したらスマートフォンに近づけるだけでペアリングの画面が出てきますので、そこからペアリングをするだけです。とても簡単ですね。では実際使ってみましょう。今回所用もあり JR 船橋駅にやってきました。このチャンネルでは珍しい外ロケです。知人に協力してもらいスマートタグを持って実際に移動してもらいます。比較のためペブルビーのスマートタグも持ってきました。スタート地点はここ、国道14号線沿い海老川に架かる船橋橋です。面白い名前ですよね、船橋橋。顔パイパイを想像してしまいました。ここから JR 船橋駅に向かってスマートタグを移動させてもらいます。徒歩で約15分、1.1km ほどの距離です。念のため私のスマホは Bluetooth をオフにしておきます。それではスタート。開始5分、まだ動きはありません。開始から10分弱でやっと動きがありました。本町1丁目交差点、バーガーキングのあたりでしょうか。開始15分後、フェイス前、もうほぼ駅の目の前ですね。そしてゴールの JR 船橋駅です。今回は人の往来が多い駅前での検証でしたので、比較的正確な位置情報を取得できていたようです。人通りの少ない場所だとまた違う結果になったかもしれませんね。今回は合同会社 MOD、ローリングスクエアのエアーカードプロデュアルとエアーノッチプロデュアルをレビューしましたが、いかがだったでしょうか。単なるスマートタグの機能のみならず、デジタル名刺だったり洗練されたデザインで大切なものを守ってくれる忖度抜きで素敵なガジェットと思います。幕開けでは5月17日がプロジェクト終了となりますので、気になった方はお急ぎください。それではまた次のガジェットでお会いしましょう。